先日アマプラでウィニーを視聴しました。支援が東出さんと驚いたのですが、ひろきさんにも関わりが深い世界であり、弁物を置いてきてた共演されたのと含めて何か点がありますね。事件のことはほぼ知らず、内容がいまいち難しくてよくわかりませんでした。IT が疎いので簡単に説明お願いします。ビットコインとかが今流行ってると思うんですけど、じゃあなんでビットコインというのが成立しているかっていうと、中央サーバーがないんですよね。じゃあ日本円というのを誰が保証しているかっていうと、日本銀行が保証していて、日本銀行が出しているので、日本円というのをみんな信じましょうと。スイカっていうのもみんな流行って使ってますけど、あれはじゃあなんで使うかっていうと、みんな JRA とソニーのフェリカを信じてるからなんですよ。なので特定のところを信じてるからそれを使うっていうのが現代の通貨だったり電子通貨っていうのがあるんですけど、で、ビットコインっていうのは中央がないんですよね。中央がないがゆえに逆にコントロールされないよねっていうところで流行ってるっていうのがあるんですけど、じゃあ中央がいない状態でコントロールするのってめちゃくちゃ難しくねっていうのを、多分僕が知る限り世界で大規模で実用化した初の例というのがウィニーなんですよ。小規模なもので、そこまで役に立たないけど、まあ使われてるよねっていうのだと、風沢だったりとか、BMX みたいなのもあったりするんですけど、でもその中央集権が全くない状態で、JRA は競馬ですね。すいません。JR ね。はい。なので、そこの本来じゃあ中央集権しない形でいくとデータの信用性っていうのが失ってしまうよね。仮想通貨っていうのも、俺がじゃあ1万ビットコイン持ってるぜっていうで、じゃあ他の人なんか死んだ魚のようにしてるおっさんとかが、俺2万ビットコイン持ってるぜって言い張ったとして、どっちが正しいかっていうのってわからないじゃないですか。なので、じゃあ全世界の人が同じように通帳を持っちゃえばいいんじゃねっていうので、みんなが通帳を持ってますと。世界中の人がいくら持ってるかというのを書いてある通帳を10万人が持ってたとしたら、死んだ魚のようにした人が、じゃあ俺100万ビットコイン持ってますって言っても、いや、俺の通帳にはそんなの書いてねえよって言ったら、こいつ嘘つきだってわかるじゃないですか。なので、全員が同じデータを持つ、もしくは大多数が同じデータを持つということで、何の情報が正しい、この情報は正しくないという鑑定を自動的にやるっていう仕組みで、中央がないにもかかわらずうまく回すっていうのをやったのが、ウィニーだったり仮想通貨だったりするんですよね。それができないので、基本的には多くの国家の場合は、じゃあ偽札かどうかっていうのを割とその国の政府というものが調べたりして、通貨の流通量というのを政府がコントロールしたりするんですけど、政府が信用できないと、その国って役に立たないよねっていうので、その通貨っていうのが紙切れ同然になってしまうと。なので、ジンバブエっていう国だったりすると、100億ジンバブエドルみたいなのが10円みたいな、なんかそういう感じになっちゃったりするんですけど、っていうので、政府が信用できなかったり、中央銀行が信用できないと、その通貨自体も価値が下がってしまうんですけど、ビットコインだったりっていう仮想通貨の場合は、そこに関わる全員がなんとかそこのシステムを維持しようとするので、結果的にうまく回るよねっていうのの、一番最初に作ったのが金子勇さんっていう人なんですけど、どうでもいい理由で京都県警に逮捕されてしまって、映画の中でも触れてなかったんですけど、金子勇さんが悪いという形にしたのって、京都府警が京都府警の流出をやってたからなんですよね。京都府警が Wii に使ってる人がいて、で、そこで流出した情報とかがあったりして、これが情報を流出したのって金子さんのせいじゃなくて、京都府警のせいだよねっていうのなんですけど、でも金子勇が悪いということで、とりあえず捕まえて Wii をなくしてしまえば、なかったことになるんじゃねえっていうので、金子さんが捕まり、金子さんを裁判に持ってったんですけど、結果としては金子さん無罪になってしまったんですけど、なんだかんだ言って、その新郎が立ったのかわかんないですけど、無罪判決を受けた2年後に金子さんが亡くなってしまうっていうところで、すごく優秀な人を日本は失ってしまいましたよって話です。で、それの主演を東出昌大さんっていう身長が188センチあるイケメンがやってるんですけど、金子さんって全然イケメンじゃないちっちゃいおっさんなんですよ、小太りの。ちっちゃい小太りのおっさんを東出さんが演じてるんですけど、金子さんにめちゃくちゃ似てるんですよね。似てるの定義がちょっと難しいんですけど、金子さんの役を演じる東出さんを見た人は割と、金子さんに似てるってみんな言ってるんですよね。で、その、金子さんの親族の人が東出さんに会った時に、イサムにまた会えた気がしました。ありがとうございますって言ったって話があって、やっぱりあれ見ると、金子さんだわって思っちゃうんですよね。金子勇さんが裁判になった時に弁護士さんをやった人がダン先生っていう弁護士で、ダン先生もちょっとぽっちゃりしてるんですけど、確かにダン先生のメガネだけは本物なんですよね。ダン先生演技をしたらしいんですけど、コンビニの店員役かなんかで人がいなくてやったんですけど、あまりに演技が下手で、そのシーンがカットになった。
っていう話がありました。はい。なので今Amazon プライムで無料で見れる、Amazon の会員の人は無料で見れるので、興味があるんだったら、ウィーに見ていただけるといいんじゃないかなと思います。あと全然関係ないですけど、東出さんが山で生活してる YouTube が、登録者数10万人超えて結構再生数伸びてるので、もし興味がある人がいたら、東出さんの山の動画とか見ればいいんじゃないですかね。はい。ウィニー見てきました。出てる役者さんがみんな渋くて演技が上手くてすごく面白かったです。裁判シーンも緊張感、臨場感が半端なくて見もだえしながら見てしまいました。あと2チャンネルを作ったひろゆきとウィニーを作った金子さんが丸かぶりに覚えて IT 創世記にはこんなことあったんだと、現在もっとマシな日本になるにはどうしたらよかったのかなと考えさせられました。でも結局そのコインハイブっていう広告を見せる代わりに仮想通貨を掘るっていうソフトをウェブページに置いてた人が捕まって、で最高裁まで行って無罪になったんですよねっていうのがあったりとか、あと堀江貴文さんが悪いことをしたというふうに思ってる人いっぱいいますよねとか。で、カルロス・ゴーンさんがやった悪いことって何ですかっていうのもちゃんと説明できる人ほとんどいないんですよね。捕まった後に逃げたっていうことは悪いんですよ。じゃあそもそもカルロス・ゴーンさんがやった捕まるような悪いことって何ですかってちゃんと説明できる人あんまりいないんですよ。もうなんか裁判になって逃げたから悪いやつなんだなみたいな。で、堀江さんとかもお金で何でも買えるみたいなこと言ってるから悪いやつなんだなみたいなイメージで言っちゃうんですよね。で、カルロス・ゴーンさんが捕まったっていうのがあって、多分優秀な経営者は日本の会社の社長になりたいともう思わないと思うんですよね。あの時代の経産省と菅首相の官邸が、なんかカルロス・ゴーンのあそこ潰した方がいいんじゃねって思ったら潰せちゃうっていう、本来であれば会社に損害を与えたっていうのであれば、それは民事裁判でやるべきことなんですよ。株主がゴーンさんが何か悪さをしたんだから株主の資本が毀損されましたっていうのであれば、それは民事で訴訟して株主の毀損されたっていう株主側と取締役の方がいやいやこれ正当な判断だよっていうのを争いして、その結果じゃあいくらの損害がありました、じゃあ株主にいくら払ってくださいとか、じゃあ別に損害発生しませんだからゴーンさんたちは1円も払い必要もありませんっていう民事で決める話で、経営者を逮捕して、でしかも下手したらあれ6、7年以上かかるって言われてたんですよね。6、7年以上の間、奥さんに会ってはいけないっていうルールだったんですよ。保釈の条件として、奥さんが共犯なので、奥さんに会ってはいけない。で、カルロス・ゴーン奥さんめちゃめちゃ好きなんですよ。もともとそんなにお金使わない人だったんですけど、奥さんに会ってからめちゃめちゃ散財するようになったっていう、奥さんが悪女であるという点においては、僕も同意をするんですけど、とはいえ、カルロス・ゴーン奥さん大好きなんですよ。でも、6、7年会えませんって話なんですよね。でね、奥さんが確か40ちょっとぐらいで、多分もう子供作るの不可能になるんですよ。6、7年会えないとすると。で、それ、人の人生としてどうなのっていう話だと思うんですよね。無罪かもしれないし、有罪かもしれない。で、民事だったら別に奥さんに会ってはいけないとかに全くならないんですよ。でもなんかそういうのを日本のよくわからないルールで勝手に刑事事件にしますっていうのやっちゃうと、例えばじゃあ P&G みたいな世界中にある会社で日本支社長が優秀な人来るかって言ったら、あの国何されるかわかんねえから行かねえよってなっちゃうじゃないですか。で、外国人の人が日本で起業しようっていう時に、でもあの国なんか逮捕されるかもしれないったら日本で起業するの嫌だわってなるじゃないですか。っていうのでマイナスの影響はすごく大きいことをやってるんですけど、でも一般の人たちってゴーンさんが悪いからしょうがないよねと思っていて、であれがその世界から日本がどう見えるかっていう上ですげえマイナスの影響が強いっていうのも分かってないんですよ。ゴーンさんが捕まった理由っていうのが、ゴーンさんが辞めた時に退職金をいっぱいもらいますという契約書を作ったっていうのが捕まる理由なんですよ。で捕まって6、7年奥さんに会えないなんですけど、お金払ったわけじゃないんですよ。すげえ退職金をもらいましただったらまだ理解可能なんですけど、すげえ退職金をもらうという契約書を作りましたなんですよ。でそれを告発した人が西川さんっていう取締役で、その西川さんっていう取締役も同じような契約書を作ってたんですよ。いやいやお前もやってるじゃんっていう話なんだけど、でなんで西川さんがそれをやったかっていうと、西川さんがめちゃくちゃ無能でゴーンさんから切られそうになったんですよ。でゴーンさんに切られたくないから、あいつはこんな悪いことしてますよっていうのを経産省だったら首相官邸に言って、でゴーンを捕まえようってことになって、ゴーンさんが捕まって、その後じゃあ検察がいろいろ調べたら、西川お前もやってんじゃんっていうので、確か西川さんも結局自宅で在宅起訴とかされたのかな。で西川さんも日産の取締役辞めさせられたんですけど、っていうすげえしょうもない話なんですよ。だからそれゴーンさん逮捕するような話っていうふうに僕は思ってるんですけど、
今日ウィニーの映画を見て疑問に思ったので質問です。金子勇氏の逮捕に対しては IT 業界内外から大きな批判が起こってましたが、もし金子勇氏が逮捕されてなかったら、今頃世の中にファイル共有ソフトが乱立してしまい、映画、漫画、アニメ、ソフトウェアなどの業界が大きな損失を被ってしまっていたんじゃないかと思うんですが、そんなことないんでしょうか。ひろきさん、業界全体の利益を守ることと一人の天才を守ること、どちらが大事だと思いますか。ウィニーの利用者はほぼ日本人です。ファイル共有ソフトとして WinMX っていうものだったり、カザーだったりっていうのが英語圏ではあったんですけど、じゃあそれがなぜなくなったんですか。あとナップスターね。で、それがなぜなくなったのでしょうか。コメントでキングウイルスとか、ライムワイヤーもあったね、Mac 用でね。っていうのもあって、共有ソフトがなくなったから、共有ソフトを使う人が減ったわけではありません。そのファイル共有がなくなった理由は、Apple が曲を1ドルで売ったからです。Apple.comアップル社ねが iPod っていうのを始めた時に iTunes っていうのを始めて、正式版の曲を1曲1ドルで売り始めたんですよ。なので違法な曲を一生懸命探すより1ドルで買った方が楽だよね。で、一応見つかるんですよ、探せば見つけるけど、1ドルで買って、でさらに iTunes に全部バーンって入ってて、で聴きたい曲だけ iPod に入れてっていうのができる方が便利じゃん。で、100円なんですよ。1ドルってね。なので、時給1000円の人にとってみたら、数分働いた金額じゃないですか。なので、違法サイトを一生懸命探して、自分の目当ての曲を見つけるのに15分かかるんだったら、100円で買った方が安いんですよ。なので、違法サイトを使うより、公式版を買った方が安いよねっていうので、違法サイトを利用する人がガンガン減って、で、違法サイトを潰すことにお金をかけることも無駄だよねってことになり、なので違法サイトは探せば今でもいっぱいあるんですよ。いろんな曲を MP3 ドットして検索すると中国とかにいくらでもあるんですよ。でも、公式で買った方が安いんですよ。っていう形で音楽の違法流通っていうのが減りました。で、ただ、映画の違法流通っていうのは昔からあったんです。じゃあ、映画の違法流通がなぜみんな使わなくなったんだと思いますかっていうのも答えわかるでしょ。800円払ったらネットフリックスで見れるから。もちろん超これ見たいっていうのはネットフリックスでないかもしれないけど、暇つぶしで映画見たいってなれば、もうネットフリックス見たらいくらでもあるじゃないですか。なので、要は公式で安いものを提供すると、違法なものを一生懸命やる必要ないよね。違法なものを探す時間かけるだけ無駄だよね。だって月800円だよ。なんか違法なものを一生懸命探して、で映画のデータだとダウンロードするのは30分とかあるんだけど、それ時給1000円の人見たらもう500円分かかってんだよ。それだったら1ヶ月800円の方が全然安くねってなっちゃうので、なので安い形で公式でやるっていう形で違法なものもなくなったので、ウィニーがあったから、ウィニーをなくしたから今の社会があるのではありません。なのでウィニーがあった方が逆にファイル流通の先にあった、要はそのSpotify っていう音楽をタダでいっぱい聴けるソフトがあるんですけど、僕はiTunes でお金払うのは嫌いなので、知りたい曲とかでこんな曲あったっけって言うと Spotify で探すんですよ。で、Spotify ってもともとは P2P のユーザー同士のファイル共有の仕組みを使ってたんですよ。金子さんが使っていた P2P でファイルのやり取りをするっていうことでトラフィックコストを減らすっていう仕組みを使って Spotify って広がったんですよ。その後に韓国で流行った動画配信のサイトでタワーなんとか名前忘れちゃった。あれももともと P2P を使っていて、で、クランチロールの前に動画配信のサイトがあって、クランチロールの社長だった人がやってた動画配信のサイトがあって、名前忘れちゃった。あれももともと P2P の仕組みを使ってたんですよね。なので、ファイルを広まれるときに P2P の仕組みを使った方がいいよねっていうのは、割とインターネット IT 業界ではピアキャスとかもそうなんですけど、なのでそこら辺の仕組みっていうのをきちんと金子さんがやった仕組みっていうので広がっていたとしたら、仮想通貨のプラットフォームっていうのもじゃあ P2P なんで、そこも割と牛耳れてた可能性があるんですよね。ライブラリーをそこでやって、例えばじゃあ仮想通貨も含めてネットワーク上でホストを持たなくていいファイル共有の仕組みというのをライブラリーで作りましたってなると、じゃあそれをみんなでオープンソースでやった方がいいよねと。で、ただオープンソースで配ったとしても、企業がそれを使うときはサポートを得たいよねみたいなのがあったりするよね。例えばMySQL ってもうないんだけど、そういうデータベースが昔あったんですけど、フリーのデータベースなんだけど、でも企業が使ってなんかトラブったときは MySQLAB っていうところにお金を払うと、そこが開発してるからちゃんとサポートしてくれるみたいなのがあって、でそこだと日本だったら住所コンピューターサービスとか代理店やったりするんですけど、そういうところのサポートを公式に受けられるっていうのがあるので、ソース自体はフリーであって
て、みんな自由に使っていいよなんだけど、わかんないことがあったらお金払えばちゃんと聞けるよねっていう形でお金を取るっていうのもできるんですよ。なので P2P のネットワーク共有っていうところのデファクトスタンダードをもし金子さんが取ってたとしたら、世界中でそのネットワークでファイル共有するっていうライブラリーをオープンソースで配って、でそれをサポートする会社が日本がやってっていう可能性もあったと。でナップスターは潰れた後に NTT ドコモが買ったはずです。はい、ウィニーめっちゃ良かった。泣いた。ヒロさんの感想一つ。金子さん激似以外でお尻プリンセスのシーンですね。ウィニーという映画が、その金子さんというすごく優秀な技術者が不遇の死を遂げてしまった。で、それが日本の社会にとってマイナスだよねっていう、割と大きなテーマを扱ってるんですけど、その中でお尻プリンセス事件というのがありまして、金子さんを応援しようぜっていう空気があの時代もあったんですよ。なのでその通帳を読み上げるシーンあったと思うんですけど、2チャンネルユーザーの中で金子さんをちゃんとみんなで盛り上げようっていうので、金子さんは技術者として割とその尊敬されたいっていう、作ってるソフトで別のものとかすごいいいものがあるので、なので尊敬されるとこがあったんですけど、警察はなんとか金子さんの評価を下げようと思って、金子さんがダウンロードしたソフトウェアの中にお尻プリンセスという絵があったっていうのを裁判の中で出してきたんですよ。っていうので、そのお尻プリンセスって何ですかって検察官が金子さんに聞くっていう、すごく有名なシーンが再現されていて、金子さんのそのかっこいいとかっていう偶像を作ろうとするのではなく、人間金子勇の部分もちゃんと出していて、いい映画だなって思いました。はい。弁護士のダンさんがその金子さんになんでお尻プリンセスダウンロードしたのって聞いたら、いやそんな面白いタイトルあったらダウンロード誰でもするじゃないですかって金子さんが反論したっていうのを聞いて、やっぱ金子さん面白いなって思いました。はい、むしろかっこいいっていうね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。